こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。突然ですが、このキャラクターを知っていますか？今更何を？ソニックだろ？その通り。ゲームセンターなどでよく見かけるセガの看板キャラクター、ソニック・ザ・ヘッジホッグです。今回は、そんなソニックの始まりの物語である、2D ソニック本編作品の進化の歴史をご紹介しようと思います。なおこの動画では、ソニックが主人公の 2D アクションゲームかつ、据え置き機で展開された作品を本編作品と定義していますので、その点だけご了承ください。それでは、早速スタートです。ソニックシリーズの記念すべき1作目、ソニック・ザ・ヘッジホッグは、1991年に発売されました。後にセガの看板を背負うことになる青いハリネズミ、ソニック・ザ・ヘッジホッグが主人公の今作は、ソニックがステージを超高速で動き回るスピード感と、それを活かしたステージギミックが最大の特徴であり、大きな魅力となっています。同年代の名作アクションゲームである、スーパーマリオブラザーズやゼルダの伝説、超魔界村とは一線を画したコンセプトであるこのハイスピードアクションは多くの人に支持され、全世界売上1500万本以上という爆発的ヒット作となりました。今でこそ数々の魅力的なキャラクターが登場しているソニックシリーズですが、今作に登場するのはソニックとドクターエッグマンのみ。ストーリーも非常にシンプルで、ある日世界征服を企む悪の天才科学者ドクターエッグマンが、強大なエネルギーを発する宝石、カオスエメラルドを求めてサウスアイランドという島に上陸し、島の動物たちをロボットに変えてしまいました。エッグマンがやってきたと聞きつけたソニックは、動物たちを救いエッグマンの野望を阻止すべく、冒険へと出発します。ハイスピードアクションというだけあって難易度は高めですが、その分アクションは左右の移動とジャンプ、ダッシュ中の回転のみとシンプルで、さらにステージ上に落ちているリングを1枚でも持っていればダメージを受けても即死せず、持っているリングがばらまかれるだけで済みます。ばらまかれたリングもその場で回収できるという仕様になっているため、難しいけど積みはしない絶妙なゲームバランスに仕上がっています。最初のゲームなだけあってシンプルだけど、ジャンプすると丸くなって攻撃できるところとかダメージを受けた時の挙動は、この頃からもう出来上がってたんだな。これらのシステムはソニックのハイスピードアクションと相性が抜群なので、3D ソニックが主流となった現在でもしっかり引き継がれています。また今作には全部で7つのゾーンが用意されており、最後以外の6つのゾーンはアクトと呼ばれる3つのステージに区切られています。さらにこれらの通常ステージに加え、リングを50枚以上持った状態でアクト1神をゴールすると、スペシャルステージに挑戦できます。このステージでは迷路型のステージを回転させてソニックをゴールに導くことになり、見事ゴールするとカオスエメラルドを入手することができます。そして全てのカオスエメラルドを集めると、真のエンディングを見ることができます。またソニックシリーズおなじみの両 BGM はこの頃から健在で、オープニング曲やゾーン1の BGM はゲームセンターでもよく流れているので、ソニックはやったことないけど聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。ちなみに、今作の BGM はドリカムの中村雅人さんが担当しています。マジか、それは知らなかった。このように、画期的なゲーム性で一躍大人気となった今作ですが、一つ大きな欠点があります。それは、セーブ機能がないこと。そのため、ゲームオーバーになってしまうとまた一からやり直しになります。マジか、それはきつい。やってみるとわかりますが、今作はかなり難しいのでセーブ機能がなくて泣かされた人も多いのではないでしょうか。また余談ですが、同年ゲームギアから今作と同じタイトルの、ソニック・ザ・ヘッジホッグというソフトが発売されています。これは日本国外で発売されたゲームを逆輸入したもので、操作方法などは同じですがステージが完全に別物になっているほか、落としたリングを回収できなくなっているなど、難易度も上がっています。メガドライブ版の兄弟作のような作品ですが、こちらのバージョンも人気があり 3DS などに移植されているので、現在も遊ぶことができます。続いては、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2。1992年に発売された、2D ソニック本編作品の2作目です。今作の舞台は、緑あふれる小さな島、ウエストサイドアイランド。気ままに旅をしていたソニックは偶然この島に立ち寄りますが、ソニックを追ってきたエッグマンが、究極兵器デスエッグを完成させるために動き出します。そしてエッグマンの企みを阻止すべく、再びソニックは冒険へと出発します。操作方法は基本的に前作と同様ですが、今作から新たにスピンダッシュというアクションが追加されました。前作では、地上で回転するにはまずダッシュする必要がありましたが、スピンダッシュの実装によって即座に高速回転することが可能となりました。
このアクションもソニックのスピード感とうまくマッチしており、シリーズ定番のアクションとなっています。また今作ではゾーンの数が11個に増え、その代わり各ゾーンが200と構成になりました。そのため、ステージの数はほぼ変わらないにもかかわらずバリエーションが増えており、色々なステージを楽しめるようになっています。さらに前作と同様スペシャルステージも用意されており、クリアするとカオスエメラルドを入手することができるのですが、今作では全てのカオスエメラルドを集めるとスーパーソニックに変身できるようになります。スーパーソニックここからなのか。最近ではラスボス戦でスーパーソニックになることが多いですが、この頃はリングを50枚以上集めるとどこでも変身することができました。変身中は無敵状態で移動速度も上がりますが、徐々にリングが減っていき、リングがなくなると元の姿に戻ります。その辺の仕様は最近のスーパーソニックと同じなんだな。でも新エンディング見れるだけだった前作に比べるとかなり大きなご褒美だぜ。素晴らしい追加要素だと思います。カオスエメラルドを入手するのはとても大変ですが、これならがぜんやる気も出ますね。また今作から、ソニックとエッグマンに加えて2本の尻尾を持つキツネ、テイルスが登場しました。テイルス来たー。実はテイルスというのはあだ名で、本名はマイルスパワーと言います。ウエストサイドアイランドに住んでいたテイルスは尻尾が2本あることがコンプレックスで、時にはいじめを受けていました。しかしある日ソニックを見かけその姿に憧れたテイルスは、彼のようになりたいと思い、ソニックの後をついてくるようになります。実際ゲーム中でもソニックの後をついてくるテイルスですが、今作は2人プレイに対応しており、このテイルスを 2P 側で操作できます。この状態のテイルスはダメージを受けてもソニックには影響せず、またミスしても何度でも復活することができるので、初心者が始めやすいようになっています。一方で一人プレイでテイルスを使用することも可能で、この場合はソニックと同様の扱いになります。さらに今作には対戦モードが用意されており、画面を上下に2分割してどちらがうまくステージをクリアできるかを競います。1P はソニック、2P はテイルスを使うことになり、スコアや時間、リングの数などを加味して勝敗が決します。早くゴールすればいいってわけじゃないんだな。なかなか奥が深いぜ。このように今作はキャラクターが増えて遊び方が広がったこともあり、今でも非常に人気のあるゲームです。また、今作と同タイトルのゲームもゲームギアから発売されています。名前は同じですが相変わらず中身は別物で、こちらはエッグマンにさらわれたテイルスを助け出す物語になっています。前作と同様、このゲームギア版も 3DS などに移植されており、現在も遊ぶことができます。続いては、ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD。1993年に発売された作品で、厳密には本編ではなく外伝的作品ですが、先ほどの本編の条件を満たす上にシリーズの主要キャラが2人も登場するため、一緒に紹介してしまいます。今作の舞台は、リトルプラネットという小さな星。この星にはタイムストーンという時間を操る不思議な石が眠っていたのですが、それに目をつけたエッグマンが世界征服のために手に入れようと、リトルプラネットに乗り込んできます。リトルプラネットにやってきたソニックはエッグマンの所領を目撃し、リトルプラネットを解放するために走り出すのでした。今作の大きな特徴は、タイムワープシステム。ステージ上のワープパネルに触れた上で一定時間走り続けると、過去、または未来にタイムワープすることができます。未来の世界は最初はエッグマンに支配されて荒廃していますが、過去の世界で敵の転送装置を破壊することによって平和な未来に変えることができ、これによりエッグマンの支配からリトルプラネットを解放することが、今作の目的になります。また今作で、ソニックシリーズのヒロイン、エミー・ローズと、ソニックのライバル、メタルソニックが初登場しました。エミーのデザインがだいぶ違うな。この頃は現在のような活発な女の子ではなく、口調も丁寧でおしとやかな性格でした。また占い好きという設定があり、今作ではカードのお告げによってリトルプラネットを訪れソニックと出会いますが、ゲームの途中でメタルソニックにさらわれてしまいます。そのメタルソニックは、エッグマンに開発された対ソニック用ロボットで、ソニックと同程度の能力を持ちます。ゲーム終盤のメタルソニックとの一騎打ちは非常に人気のコースで、ソニック20周年作品のソニックジェネレーションズでも再現されました。メタルソニックかっこいいよな。デザインもキャラクター性もめちゃくちゃ好きだぜ。同感です。私はこのメタリックなビジュアルが特に好きです。また今作から、念願のセーブ機能が実装されました。加えて過去作に比べると難易度も抑えめなので、遊びやすさは格段に良くなっています。さらに今作には、オープニングとエンディングにアニメーションが用意されたほか、ボーカル入りの主題歌も採用されており、演出面も豪華です。これらのことも相まって、今作は 2D ソニックの最高傑作との呼び声も高い作品です。
続いては、ソニック・ザ・ヘッジホッグ3。1994年に発売された今作では、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2で墜落した空中要塞、デスエッグを再び浮上させようとするエッグマンと、それを阻止するソニックとの激闘が描かれています。そして今作では、皆さん大好きこの方が初登場しました。ナッコー。ご存知ナッコーこと、ナックルズ・ザ・エキブナは、今作がデビュー作です。しかしまだソニックの仲間ではなく、逆にエッグマンからソニックという悪いハリネズミがカオスエメラルドを狙っているというその話を聞かされているため、ソニックの邪魔をしてきます。ナッコーは対戦モードでは操作できますが、ストーリーモードの操作キャラはソニック&テイルス、ソニックのみ、テイルスのみの3種類。ナッコーは残念ながら操作キャラからは外れています。一方でソニックとテイルスには新アクションが追加されており、ソニックはジャンプ中に範囲攻撃ができるダブルスピンアタック。テイルスは2本の尻尾で飛んだり泳いだりできるアクションが使えるようになりました。またソニックシリーズには、敵の攻撃から一度だけソニックを守ってくれるバリアというアイテムがあるのですが、今作ではこのバリアに、火、水、雷といった属性が付与され、それぞれに炎系のダメージを無効化できる、水中で息ができる、リングを吸収できるといった特殊能力が備わっているので、これらのバリアをうまく使ってステージを攻略するのが今作のポイントになります。このように、キャラクターやアクションが追加されますますパワーアップしたソニック・ザ・ヘッジホッグ3ですが、その物語は今作だけでは終わらず、自作のソニック&ナックルズに繋がっていきます。完結しないのか？そうなんです。もともとは一本にまとめる予定だったらしいのですが、スケジュールなどの関係で分作になりました。もともと同じゲームにする予定だっただけあって、今作のゲーム性はソニック・ザ・ヘッジホッグ3と同じものになっていますが、ついにナッコーが操作キャラとして加わりました。ナッコー。ナッコーはソニックよりジャンプ力が劣りますが、その代わり滑空や壁登りといったアクションを使うことができます。ナッコーでプレイした場合これらのアクションを使わないと突破できないステージ構成になっていることも多く、同じステージであってもソニックとナッコーで全く違った遊び方をすることができます。一方で、今作ではテイルスが操作キャラから外されています。通常時では、なんだその含みのある言い方は？実は今作には、ロックオンシステムというとんでもないシステムが搭載されています。ソニック&ナックルズのカートリッジはこのような形をしており、上部に他のメガドライブ用カートリッジを差し込むことができるのです。そしてソニック・ザ・ヘッジホッグ3を差し込むことによって完全版ソニック・ザ・ヘッジホッグ3となり、ソニック・ザ・ヘッジホッグ3とソニック&ナックルズの全ステージを、ソニック、テイルス、ナックルズの誰でもプレイできるようになるのです。さらにやり込み要素のスペシャルステージもパワーアップするので、完全版となったソニック・ザ・ヘッジホッグ3は、2D ソニックの中でも最大レベルのボリュームを備えた作品になります。なんだそのシステム、むちゃくちゃだけどすごいな。あれちょっと待てよ。これってソニック・ザ・ヘッジホッグ3以外のソフトも繋げるんじゃないか？いいところに気づきましたね。まさにその通りで、メガドライブのカートリッジであれば何でも接続することができます。例えば過去作のソニック・ザ・ヘッジホッグ2を接続すると、このゲームのステージをナッコーでプレイできるようになります。その他のソフトを接続するとノーウェイという文字が表示され、一見すると何も起こらなさそうですが、この時にあるボタン操作をすることでソニック・ザ・ヘッジホッグ3のスペシャルステージである、ブルースフィアをプレイできます。しかも驚くべきことに、差し込んだカートリッジごとにステージ構成が異なるのです。マジか、それってステージ数めちゃくちゃな数になるんじゃないか？ざっと1億通り以上あるそうです。そして初代ソニック・ザ・ヘッジホッグを差し込んだ場合、この1億通り以上あるステージを全てプレイすることができます。さすがにここまで来ると正気の沙汰とは思えませんね。この要素は一旦置いといて、完全版となった今作はゲーム本編の作り込みやボリュームが素晴らしく、とても評価の高い作品となっています。これ以前の作品と比べると難易度も優しくなっているので、2D ソニックをやってみたい人にはおすすめの一本です。最新機種に移植されていないので現状ではやりづらいですが、2022年に 2D ソニック作品をまとめたソニックオリジンズというゲームが発売されるそうなので、これが発売されたら遊びやすくなりますね。続いては、ソニック・ザ・ヘッジホッグ4。前作のソニック&ナックルズ以降しばらく 3D ソニックシリーズが展開され、およそ16年ぶりに発売された 2D ソニック本編作品です。エピソード1とエピソード2の2部構成になっており、パッケージ版はなく、ダウンロード版のみ販売されました。ゲームシステムは基本的にメガドライブ時代の 2D ソニックのものを採用していますが、それに加えて 3D ソニックで登場した、ホーミングアタックが逆輸入されています。一方で、キャラクターやステージのグラフィックは基本的に 3D で描かれています。
エピソード1は初代ソニック・ザ・ヘッジホッグを彷彿とさせる内容となっており、登場人物はソニックとエッグマンのみ。カオスエメラルドを狙うエッグマンをソニックが倒すというストーリーです。リングを50枚以上持ってゴールすると入れるボーナスステージも、初代と似たような構成になっています。エピソード2はソニック・ザ・ヘッジホッグ2をイメージしており、ステージ中でテイルスがついてくるほか、ボーナスステージも2と似た構成になっています。しかしストーリーにはオリジナリティがあり、ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD の舞台となったリトルプラネットが再びソニックたちの住む世界に接近し、それを利用して悪事を働こうとするエッグマンを、ソニックとテイルスで倒すというものになっています。またエピソード2には、タップアクションというテイルスと2人で行うアクションが追加されており、テイルスがソニックを持ち上げて飛ぶフライトコンビネーションや、水中でテイルスがソニックを持ち上げて泳ぐサブマリンコンビネーション、ソニックとテイルスが一緒に回転移動するローリングコンビネーションと、色々な新アクションを楽しむことができます。またエピソード2は2012年に発売されたため、それ以前のソニックカラーズやソニックジェネレーションズで登場したやり込み要素のレッドスターリングや、落下地点の標識などが逆輸入されており、さらに遊びやすくなっているのも特徴です。3D になった後の要素も適度に盛り込んだ、2D ソニックの正当進化って感じのゲームだな。目には見えない部分ですが、難易度が調整されていたり、より爽快に走れるようステージ構成も工夫されているので、メガドライブ時代の作品よりもかなりとっつきやすくなっています。ダウンロード版のみということでプレイしていない人も多いかもしれませんが、ぜひ一度やってみてほしい作品です。ラストは、2017年発売の、ソニックマニア。ソニック・ザ・ヘッジホッグ4エピソード2以来5年ぶりの 2D ソニックですが、今作はメガドライブ時代と同様にドット絵で制作されています。しかしその書き込み量はメガドライブ時代の比ではなく、非常に美しいグラフィックが用意されています。ストーリーは、ファントムルビーという宝石を使って世界征服を企むエッグマンを倒すため、ソニックたちが冒険を繰り広げます。プレイヤーは、ソニック&テイルス、ソニックのみ、テイルスのみ、ナックルズの中からキャラクターを選び、ステージを攻略していきます。メガドライブ時代と同じラインナップにしてくれてるんだな。その通りです。アクション面も基本的にはメガドライブ時代のものを踏襲していますが、ソニックのアクションにドロップダッシュというものが追加されました。これはジャンプして着地した瞬間にスピンしてくれるというアクションで、爽快感の向上に加えて、着地時の隙をカバーしてくれる優秀なアクションです。また、ステージは12個のゾーンに2アクトずつの合計24ステージが用意されており、その一部は過去作のアレンジステージになっています。一定以上のリングを持って中間地点を通過したり、ステージ中の巨大リングに触れると入れるスペシャルステージも健在。前者は、ソニック・ザ・ヘッジホッグ3に登場したブルースフィアで遊ぶことができ、クリアするとメダルをもらえます。メダルを集めると、やり込み要素のタイムアタックで挑戦できるステージやソニックのアクションが増えたり、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの裏技、デバッグモードで遊べるようになるなど、特典が盛りだくさんです。一方で後者の巨大リングから入れるステージは、ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD をイメージした今作オリジナルのスペシャルステージ。3D 化したステージの前方を走る UFO を追いかけ、撃墜するとカオスエメラルドを入手できます。そして従来の 2D ソニックと同様、すべてのカオスエメラルドを入手するとスーパー化することができます。このように、メガドライブ時代をリスペクトした作品でありながら、グラフィックやボリューム、操作性を向上させた今作は高い評価を受けたのですが、なんと発売から1年後の2018年、追加要素が盛り込まれたソニックマニアプラスが発売されました。主な追加要素は、アンコールモードという新ストーリーと、マイティザ・アルマジロ、レイザ・フライング・スクイレルがプレイヤーキャラクターとして追加されたことです。あまり見覚えがないキャラクターだな。それもそのはず、なんとこの2人のキャラクターが初登場したのは、1993年に稼働したアーケードゲーム、セガソニック・ザ・ヘッジホッグ。マイティはその後、カオティクスというソニックの外伝作に登場しましたが、令和このセガソニック・ザ・ヘッジホッグ以来の登場です。そのため、この2人の復活は多くのソニックファンを驚かせました。しかし出番のなかったキャラクターに再びスポットライトが当たるのは、ソニックファンとしては大歓迎ですね。これから遊ぶ方には、追加要素が盛り込まれたソニックマニアプラスをおすすめします。なお追加要素のみの DLC も配信されているので、通常版を持っている方もぜひ遊んでみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは、ソニックに関するあらゆる情報を発信しています。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。